この動画は JLC-PCB と日刊工業新聞社の提供でお送りします。こんにちは。今日はソニーから発売された12万円のゲーム機 PlayStation 5 Pro を分解します。こちらが実際の PS5 Pro です。2024年の11月7日発売です。価格は現行モデルからかなり上がっていて、定価11万9980円です。こちらに用意した現行モデルのデジタルエディションが7万2980円なので、プロ版は約 4.7 万円高くなっています。一見では2023年の年末に通常版の PS5 といわゆるスリム版の PS5 の分解動画を出しています。こちらがスリム版の PS5 です。通常版 PS5 ではマイナーチェンジを何回かしているのですが、2023年12月に発売になったモデルではスペックの変更こそないものの、筐体サイズが小さくなったり内部の設計にかなりの変更が見られました。今現在発売されている PS5 はその時に分解した PS5 Slim に置き換えられています。つまり現在発売されている PS5 イコール PS5 Slim です。こちらの現行版 PS5 の分解に興味がある方はぜひ動画を見てください。概要欄にリンクがあります。PS5 Pro についてはもともと購入する予定はなかったのですが、11月に入っても普通に Amazon で購入できそうだったので、なんとなく注文していたところ、なんと普通に11月7日発売日に届きました。PS5 Pro については10万円を超える高額商品ですので、購入を見送った方は今回結構いるのではないでしょうか。また、スリム版が発売されてからまだ1年経過していません。商品自体が高額であること、また前回のモデルが登場してから1年経過していないことから、PS5 Pro についてはそこまで品薄になっている様子はないです。実際ネットを見てみると予約なしの店頭で購入できたという報告も溢れています。ちなみに今回発売された PS5 Pro は現行の PS5 を置き換えるモデルではなく、純粋な上位モデルになっています。性能が向上したという点はもちろん、現行モデルとどういったところに設計の違いが出てきているのかというのを分解しながら確認していきます。実際分解を始める前に今日のスポンサーの JLC-PCB の紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB が結構おすすめです。最近ですね、特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいということです。こちらが実際の6層基板です。6層である点に加えてパッドオンビアを使っています。やはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです。6層 100×100mm 基板で5枚60ドル。最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので皆さんもぜひいろいろ試してみてください。まずはサイズから確認していきます。左が現行 PS5、右がプロ版です。プロ版は現行より少し大きくなっていますね。厚みについて、現行版はディスクドライブ版ですので、その分厚みはありますけども、この黒い部分ですね。黒い部分の厚みは、プロ版の方が少し分厚いかなといったところです。こんな感じですね。プロ版の方が性能が上がっていますので、その分内部の冷却なんかに体積を使っているのかなと、そんな想像をしています。こちらの高さ方向についても、プロ版の方が少しだけ高くなっています。ちなみに PS5 Pro でも横置き用のアクリル足が付属しています。ここに挿して、そして、横置きにするわけです。ただ本当にデザイン優先で設計されるのを感じる3点保持で、こう押すと、ガタガタして、あまり、安定性はないですね。ちなみに本体カバー下部のこの部分、三角丸×四角の飛び出ているロゴをよく見ると、四角だけ出っ張り方が違うことがわかります。これは横置き3点で保持する際にベストな角度になるようにするため、このような形状をしています。底面を見てみるとエアフローの穴があります。これは側面の白い板によって本体中央の黒い部分は浮いていますので、この部分のエアフローも実際に機能します。型番なども表示されています。製造国は中国製となっています。Twitter などを見てみると、メイドインジャパンの表記がある日本製のものも出回っているようです。前面の I/O は USB-C が2つ、そして電源ボタンです。これについては特に変わりありません。また裏面についても HDMI、LAN、USB といった I/O 構成で特に変更はありません。外観の比較で気になったことですが、全体的に風が抜けるためのベンチレーションに占める割合が大きくなっています。やはり性能を向上させるにあたってこういった冷却に関連する設計にも変更が必要だったということでしょうか。外装を取っていきます。こんな感じでボキボキってやると取れるようになっています。結構剥がすとき怖いですね。力がいりますので。はい。そしてこちらも取れました。外装を剥いてみました。このようになっています。
こちらの取り外したパネルについてなんですけども、スリム版ではツルツルになっていたパネルが、プロ版では元のザラザラになっています。このように一度変更されたものが元に戻っているのを見ると理由が気になります。デザインを優先したのか、それとも金型などを含めた加工費を優先したのかといったところでしょうか。こういったツルツル表面とザラザラ表面のどちらの方が単価安くなるのか知っている人いたらコメントよろしくお願いします。ちなみにこちらプロ版取り外した外装の裏面をよく見てみると Foxconn と刻印されています。これまでの PS5 シリーズに引き続きプロ版についても EMS 大手のホンハイグループが製造を担っているようです。今回メイドインジャパンのものも流通しているようですが、そちらについてはどの会社が組み立てているのかの情報はわかりません。そちら知っている人いたらコメントお願いします。上部に SSD のスロットがあって下部にはディスクドライブ取り付け用の部分があります。ちなみにディスクドライブについては現行 PS5 のものがそのまま使えるようになっています。はい、ぴったりつきました。そしてカバーについても現行 PS5 から取り外したものがそのまま使えるようになっていました。今回の PS5 Pro の発売について、本体はですね、結構在庫があって転売の対象にはそこまでなっていないようですが、こちらのディスクドライブが今回転売の対象となっているようです。本体中央のこの部分にはボタン電池交換用の蓋が新たに設置されました。PS5 シリーズはパソコンなどと同様にバックアップ用の電源がマザーボードに実装されています。どうやらプロ版では派手に本体を分解しなくてもユーザーが簡単に交換できるようになったみたいです。とはいえ通常利用ではそうそう電池が切れるものではありませんので、一体どういった層に向けてこのハッチを用意したのかはちょっと謎です。ソニーが修理しやすくなるとかそういったところですかね。PS5 Pro はこの部分に3枚のフィンがついているんですけども、これについては完全に飾りですね。特にエアフローなどに影響しているといったものではありません。冷却ファンがこの部分にあるのですが、それについてはエアフロー用のフィンが追加されています。現行 PS5 にはありません。反対側の面を見てみます。反対側の面についても同じですね。こちらに飾り物のフィンがあります。エアフロー部分については整流フィンがあります。現行の PS5 はこの部分から電源ユニットが丸見えになっているのですが、プロ版については見えないようになっています。こういったところについても変わっていますね。それでは PS5 Pro を分解していきます。冷却ファンを取り外します。通常版とプロ版の冷却ファンの違いはこんな感じです。このようにファンの直径と羽の数は同じです。ただこのようにファン自体の厚みに違いがあります。プロ版の方がファンが厚くなっています。製造は2つともデルタエレクトロニクス製です。通常版は DC12V の 1.69A のファンです。プロ版の方は DC12V 1.86A と消費電力は高くなっています。ファンが大きくなってその分送る風量も大きくなってさらに電力も増えています。またよく見てみると羽の形状も若干違っています。PS5 の方は羽の形状がこのように尖ったような角っぽい形状になっています。一方で PS5 Pro の方はこのように滑らかな羽の形状となっています。ファンの音を低減するためにこのような形状となっている可能性が高いです。またプロ版については羽と羽の間に小型の羽がさらにあるような構造となっています。この小さな羽は現行の PS5 にはありません。これは分解している時に気がついたことなのですが、冷却ファンから出てきたケーブルを引っ掛けるプラスチックの部品があるのですが、このプラスチックの部品、プロ版の方が太くなっています。修理や組み立ての時にこの部分結構注意しないとポキポキ折れたんでしょうね。実際私もこちら何回か分解していますけども、見事に折れています。ちなみにここについていた整流フィンについては別部品となっています。そして分解していきます。はい、こちらが PS5 Pro の中身です。基板を取り外していきたいので、他のいろいろな部品をまずは取っていってしまいます。こちらは無線系のアンテナですね。ケーブルがこのように伸びていて、これは邪魔なので取ってしまいましょう。そしてこちらは先ほど見えていたボタン電池ですね。こんな風に置かれているだけとなっています。前面の I/O が出ているプラスチックの部品があるのですが、ここを取り外すには、この下に隠れたフラットケーブルを取り外す必要があります。それをするには、ここのヒートシンクがあるのですが、これの取り外しが必要です。結構軽いですね。特に固定とかされていなくて、ここに熱伝導系のシリコンペーストみたいのがありますが、これでくっついているだけでした。
こちらの大きい冷却フィン部分についてはアルミベーストプレートとは熱的な接触は特にありません。こちらの熱伝導ペーストが塗ってある部分だけが熱的に接触しています。この下に何か発熱する部品があって、その熱をヒートパイプを通して効率的に大きい冷却フィンに伝えているということでしょう。その熱というのは冷却ファンがこちらからこういう方向に空気が流れてきますが、それで効率的に冷やされるというわけです。そうすると割とこんな感じで簡単にメインのボードが取り外せてしまいます。そしてこちらについているものがプロ版の電源ユニットです。比較のために現行の PS5 についているものも用意しました。PS5 Pro の電源ユニットの定格は 12V35A です。通常の PS5 は 12V31A となっています。プロ版の方が 4A 程度定格電流が多くなっています。実際サイズについてもプロ版の方が大きくなっています。でね、念のため中身も確認してみます。回路を見てみますが、基本的な回路構成は同じです。ただ、プロ版の方は定格電流が多いので、その分使う部品のサイズですね。そちらは大きくなっています。こちらの裏面を確認してみます。裏面もですね、やっぱり似たような感じになっています。使われている電源制御 IC についても、プロ版と通常版では同じものを使用しています。見た感じですけども、2つとも片面基板でコスト重視の作りになっていると思います。製造はデルタ電子です。重さも測ります。通常版が 361g、プロ版の方はどうかというと 444g です。やはりプロ版の方が多くの電流を流せるようになっていて、回路自体が大きくなっています。その分重くなりました。PS5 Pro の中身についてさらに詳しく見ていきます。見た感じですね、結構ごつめのヒートシンクがついています。裏面にアルミのシールドのようなものがありますが、こちらを取り外すとプリント基板にアクセスできるようになります。まずこちらのアルミシールドを取り外してしまいましょう。このネジが基板一周にこういう風にぐるーっと取り付けられています。結構な数がありますね。こちらのシールドを取り外すとこのようになっています。なるほど。現行版の PS5 と結構違ってきてると思いますね。それについては後で詳しく見ていきます。とりあえず PS5 Pro について見ていきます。こちらですね。今回ゲームに使われているメモリは GDDR6 が 16GB 分使われています。それとは別に DDR5 メモリが 2GB 積まれているんですね。その 2GB 分のメモリについてはシステム関連の何かを動かすために使われているのではないかというふうに言われています。どういうことかというと、ゲームで使う 16GB 分とシステムで使う 2GB 分を分けているのではないかということです。そしてこちらはコントローラーや SSD です。今回 SSD は 2TB のカスタム SSD が使われています。先ほど取り外したアルミ製のシールドですが、こちらにも熱伝導シリコンが塗られています。そして発熱する部品ほぼ全てに接触するようになっています。CPU 部分も見ていきましょう。こちらのネジ止めを外してしまいます。はい、こちらも外すと、まだ CPU は見えないんですね。こちらは CPU の裏側になっています。CPU に電源を供給する MLCC がたくさん生えているのがわかりますね。そして、はい、お待ちかねの CPU 部分です。こちら結構硬いのですが、思いっきりグッとですね。なかなか硬いぞ。来ました。はい、結構飛び散ってしまいました。液体金属グリスがこのようについています。ここに CPU、GPU の台があって、そしてヒートシンクの銅のプレートがあって、それをですね、接触させて熱伝導、放熱させていくような構造になっています。前回の PS5 ですと、ここに PlayStation のマークがあったんですけど、今回はなくなっていますね。あのマーク結構好きだったんですけどね。ここまでね、こんな感じで分解してきたんですけども、現行の PS5 とプロ版の PS5 内部の違いというのをそれぞれ比較していきます。まず外装が被っていて、これを外すと大体このような形で部品が配置されています。こちらのですね、ファン、遠心ファンなんですけども、これが回転して空気が送り出されていくわけですね。その空気はどこに行くかというと、こちらのヒートシンクの方に流れていくわけですね。こちらの方向と、そしてこちらの方向に流れていきます。プロ版もやはり同じですね。ヒートシンクの方向に空気が流れていきます。よく見てみるとですね、現行のものもプロ版の方もヒートシンクの大きさですね。
これは結局表面積になってくるわけなんですけども、そこまで大きな変化はないように見えます。もうちょっとですね、後で詳しく見てみます。こちらの小さめのヒートシンクの方に空気が抜けていくわけなんですけども、その空気はどこに行くかというと、こちらの電源の方に入っていきます。どちらの電源もこの部分に穴が開いていて空気を取り込めるようになっています。そして入った空気はどこに逃げていくかというと、電源ユニットの左側の方にこちらに穴が開いていて、そこから空気が逃げていくようになります。ですので空気の流れとしては、ファンからヒートシンクに空気が流れる流れ、そしてこちらの小さめのヒートシンクに流れて電源に入って、そして電源から出ていく流れ、その2つがあります。次はヒートシンクとヒートパイプ周りを見ていきます。プロ版の方はヒートパイプが1、2、3、4、5、6、7本。通常版の方は1、2、3、4、5本と、プロ版は2本ヒートパイプが増えています。プロ版の方が冷却ちょっと頑張ってる感はありますね。ただ基本的な構造の変化で見ると、旧型の PS5 から現行の PS5 に変わった時ほどの構造の変化というのはありません。ただよく見てみると改良されている点がいくつかあります。PS5 の方を見てみると、こちらのヒートパイプについては小型の冷却フィンと大型の冷却フィンで共通のものを使用しています。プロ版の方では全て独立のヒートパイプを使うようになっています。またこちらの小さめの冷却フィンなんですけども、この共有していたヒートパイプがですね、やはり接触している面積がちょっと小さめなんですね。結構短めの接触になっています。一方でプロ版の方はこういう風に来て上の方にググッとなってかなり長めの長さで接触するようになっています。こうすることでより効率的にヒートパイプから冷却フィンに熱を伝えることができるようになっています。またこちらの大型の冷却フィンに接続されているヒートパイプの本数は PS5 が3本、プロ版が4本となっています。こちらについてもやはり多くの熱量を冷却フィンに送る、そういった構造になっています。ちなみにヒートパイプと冷却フィンの接続方法ですが PS5、PS5 Pro 両方ともハンダ付けのような接続となっています。ここら辺の詳しい材質についてはちょっとわからないですね。ヒートパイプとベースプレートの接続ですが PS5 の方は横方向、プロは斜め方向になっています。こちらのネジの位置とか色々考えるとやっぱりこういう風な斜め方向になるのかなというところですね。なかなか設計の難しい部分ではあるかと思います。このように出ているネジを避けて配線するということです。次、反対側の面も見てみます。裏側にもヒートシンクがあるのですが、プロ版の方がより強力に冷却するようになっています。まず通常版を見てみますが、こちらに冷却フィンとヒートパイプが接続されています。このヒートパイプはアルミシールドの中にある電子部品に接続されます。どういった電子部品かというと、メインプロセッサーに電力供給するための高圧コンバーターがあるのですが、そこのインダクターに接触するような形になっています。そのインダクターの発熱がヒートパイプを伝っていって、こういう風な逃げる形状になっています。でですね、こういう風に若干固定されているような形状にはなっています。PS5 Pro の方はどうなっているかというと、こういう風にヒートシンクは取り外せてしまうんですね。下側のヒートパイプには熱伝導シリコーンが塗られていて、このように接触する形になっています。これはですね、特に固定とかされていないで、本当こういう風に引っ張ると取れてしまいます。PS5 Pro についても、やはりこの下の部分にメインプロセッサーに電力を供給するための高圧コンバーターがあります。その高圧コンバーターで発生した熱をアルミシールドに伝えて、そしてこのようにヒートパイプに伝えると、そして直近にある冷却フィンでまず熱を逃がす。さらにヒートパイプを通していって、こちらにある大型の冷却フィンで熱を逃がすといったことをやっています。どっちの方がよく冷えるんですかね。直接ヒートパイプを接触させた方が冷えるような気もするんですけども、こういう風なアルミシールドをですね、伝ってやった方がより広範囲からのですね、熱がこのアルミシールドに集まってくると思うんですよね。ただ PS5 の方はですね、ここの組み立ての工程が若干難しいんじゃないかなと思いますね。こちらのヒートパイプを中に入れてさらに固定する必要があるわけですから、若干組み立ての工数がかさみそうです。それと比べてしまうと PS5 Pro の方は熱伝導シリコーンでこういう風に押さえつけてあげるだけなので、組み立てとしては簡単かなとは思います。さらにこちらのアルミシールドを取り外していきます。先ほど話していたヒートパイプの話はちょうどこの部分の熱を逃がす話ですね。PS5 の方はインダクターに接触させると言ったんですけど、ちょっと間違いでした。パワー半導体に接触させるようにしています。ここのヒートパイプがパワー半導体に接触すると、インダクターや電解コンデンサーでも熱は発生するのですが、そこで発生した熱はアルミシールドに逃がすような設計となっています。
プロの方はどうなっているかというと、ここら辺一体の熱を全て一旦アルミシールドに逃がすような設計になっています。基板自体にもここら辺一帯にかなり広めの銅箔を用意していて、そこからアルミシールドに熱を逃がすようになっています。通常の PS5 とは結構違った冷却方法を採用していますね。そしてこのアルミシールドから先ほど出てきたヒートパイプに熱を逃がしていきます。プロ版の方には電解コンデンサーが見当たらないのですが、それは基板の反対側の面に実装されています。これは先ほど分解した時に確認できましたね。基板全体を見ていきます。熱伝導シリコンが塗られている部品にも違いがあります。PS5 の方は発熱する部品であっても熱伝導シリコンが塗られていないものが一部ありました。プロの方はどうなっているかというと、基本的に発熱する部品すべてに熱伝導シリコンが塗られています。ここら辺は大きな違いですね。やはり性能を高くすることによって発熱も大きくなったんだと思います。その熱を逃がすためにこのように熱伝導シリコンを塗ったのではないかと考えています。基板の高周波の配線も見ていきます。この基板2つ見て何か違いに気がつきませんか？そうですね。PS5 の方は基板の第1層目に高周波の配線を引いているのですが、PS5 Pro の方は基板の第1層は全部ベタグラウンドになっています。基本的に高周波の配線は全部内側に入れてしまったようです。裏側の面についてもそうなんですが、PS5 の方は高周波の配線を表面に引いていますけども、PS5 Pro の方は全部内側に入れてしまっています。いろいろ理由はあるかと思うんですけど、やっぱりそうやった方がノイズに強いのかなとか、そんなところですね。基本的な配線なんかはあまり変わっていないと思うんですけども、一番上にですね、こういう風なベタグラウンドが来る、そういった設計変更となっています。ここまで PS5 Pro を分解してきました。現行モデルと比較すると大幅な設計変更はないかなといったところです。ですけども、細かいところを見ていくと結構変わっている箇所があります。冷却ファンであったり電源、ヒートシンク周り、あとは使われている半導体部品ですね。そのあたりです。PS5 Pro のスペックについて詳しく見ていきます。本体と一緒に入っているセーフティーガイドに大まかなスペックの記載がありました。CPU については現行の PS5 と変わらない AMD Ryzen Zen 2シリーズ、GPU も AMD Radeon となっています。なので基本的なアーキテクチャには変更はないようです。2019年から復旧しているアーキテクチャなのでそろそろ6年目ですね。もちろん製造過程の最適化やプロセスルールの縮小などによって効率的なチップが採用されている可能性もありますが、基本的に高負荷の処理を同じ世代で行おうとした場合、比例して発熱が増えることになります。また噂レベルではありますが、今回の性能強化に伴ってチップセット上の演算ユニットの数が大幅に増えているという話もあります。これも発熱にもろに影響してきますね。動作する半導体の数が増えれば、その分発熱も大きくなります。こういった性能の上昇に対応するため、本体に空いているエアフローの面積を増やしたり、冷却ファンの大型化、ヒートシンクの追加、電源の強化、そのような点が設計変更されています。ちなみに性能指標となる数値として、ここに GPU の処理能力が 16.7TFLOPS と記載されています。これまでの PS5 では高渉で 10TFLOPS でしたので、実に 60% から 70% 程度性能は向上しているようです。ハードウェアの規模が変わっていない中で、これほどの性能向上を果たすことができているというのはかなり頑張っているということではないでしょうか。こう考えると半導体の進化はなかなか早いですね。メモリーは GDDR6 が 16GB、そして DDR5 が 2GB ついています。この DDR5 の 2GB 分については、先ほど基板上で確認した通り、プロ版になって初めて追加されたものになります。公式からの説明はありませんが、この 2GB 分の追加メモリーをゲーム以外の OS 処理やコントローラーの制御に専用で割り当てることでゲームが使えるメモリーが実質的に増えているのではないかと言われています。実際のところどうなのかはわかりません。また通信の部分に IEEE80211 の BE という見慣れない表記があります。これは Wi-Fi 7のことです。実際に Wi-Fi 7に対応したアクセスポイントはまだ少なく価格も高いものが多いです。今後のことを考えてよりハイスペックな規格に対応したのかとは思いますが、ゲーム機にどこまでの Wi-Fi 性能が要求されるのかはちょっとわかりませんし、それによってですね、コストが上がっていると本当に必要だったのかはちょっと疑問ではあります。というわけでここまで PS5 Pro について分解してきましたが、まとめに入る前に今日のスポンサーの日刊工業新聞社の紹介です。どうぞ。日刊工業新聞からなんと高専特集が出ています。高専は高等専門学校のことで、将来の産業分野で活躍する人材の育成を担っている高等教育機関なわけですが、その高専の特集記事が発行されています。
こちらの中身なんですけど、高専を卒業した方々がこんなところで活躍しているぞといったものです。かなりの大ボリュームになっていて読み応えがありますね。新聞の紙面にこのように出ていますし、それらをまとめたものがこういった冊子になって実際に全国の高専に届くようになっています。ウェブ版も無料で見られるようになっています。概要欄にリンクあります。今回一件についても結構大きなスペースを使って取材してもらっているので、実際に手元に届いたら高専の学生はぜひ見てくださいね。PS5 Pro の話に戻ります。基本的な設計思想の違いについて、現行モデルとプロモデルについてそこまで大きな違いはないように思いました。いくつか変更はあるのですが、それは冷却に関するものが多かったです。こういった冷却ファンの大型化であったり、ヒートシンクの大型化、それ以外にもヒートシールドを使った冷却などいろいろあります。実装されている部品などを見てみると CPU はもちろんそれ以外のメモリーや通信関係のチップなどが違うものに置き換わっていて直接ゲームに作用しない部分の性能も上がった印象です。改めてまとめますが今回の PS5 Pro 定価は約12万円です。ディスクドライブはスリム版のものが使用できますがセットでは販売されておらずもし欲しい場合にはさらに 11,900 円追加の出費となります。いろいろと変更点があるので価格が上がることは理解できるのですが8万円から12万円ってやっぱり結構上昇幅が大きいですね。今回 PS5 は特に動作させずに分解しましたが他のレビュアーの感想を見る限りですと普通にゲームをするなら現行の PS5 で十分。それに加えて綺麗な画質で安定したフレームレートで楽しみたい場合は PS5 Pro そういった感想が多かったと思います。一見的には現行の PS5 でも問題ないかなといったところです。お金があるなら PS5 Pro もおすすめします。というわけでもしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。一見の公式 LINE もやっています。セール情報などたまに配信していますのでぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。